ブーブーなってる。はい。それじゃあ、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。はい。今日もうまくいったかな。コマーシャル入ってる、俺。勝手に。はい。すいません。なんか自分のやつがコマーシャルが入りました。今日なんですけども、暑かったですね。速報でヤフーニュースで、熱中症の方が4551人ということで、35度。今日僕も卓球の方をちょっと午前中からやったんですけど、かなり暑くてですね、ほんとびっくりしました。うん。梅雨も明けたみたいですよね。はい。なんかちょっとね、今年の夏はどうなるんだろうなっていうのをちょっと気になっているんですけどもね。はい。暑い中、いろいろ、今、世間ではその電気代とかもね、ちょっと気になる方とか、政府でもなんかいろいろ電気のことで、政策とかやっているんですかね。トピックでも結構賑わってますよね。はい。ちなみに僕の方も電気についてはもう今パソコンを結構使ってるので、で、部屋がね、なんていうのかな。中がどうしても暑くなるので部屋の中が。なので、エアコンもなんていうの、入れっぱなしっていうか28度とか29度にしておくんですよ。24時間ライブをやってるので、パソコンが熱くなっちゃうともう、良くないということで。なので、ちょっとね、今年の電気代は、すごいかかりそうだなっていう感じはしています。はい。どうも、お疲れ様です。おつです。ありがとうございます。あれ東雲さんは今週はしまった。今日なんか、やってましたね。ちょっと忙しくてライブ見れませんでした。ごめんなさい。なんか、パッと出てきたわ。1時間ぐらいもっと喋ってた。1時間ぐらい喋ってましたよね。うん。また、見ますね。そう。で、実は今週休みなんですね。よかったです。これ遅延の関係って、やっぱりどんどん、今ネットが、画像があれだから、このライブ配信っていうところで、ないんだこれ。低遅延とか、遅延をするとこがあるんですけど、超低遅延とかにすると今度カクカクするかもしれないので、本当はコミュニケーションを楽しみたいっていうか、なんですけどね、僕。はい。うん。で、話の中でちょっといろいろ紹介今日しますね。まずはね、これですね。はい。まずYouTube さんから、このドロのCFD、名前変えましたけども、FX。どうも、お花さん、こんばんよろしくお願いします。FX24 があなたが YouTube パートナーになりましたっていうことで、1000人を超えたところから、YouTube の方がね、だいぶなんか変わったっていうか、なんか広告入れますかとか、なんかサポートしますよとか、いろんなものが出てきました。はい。これもね、ちょっとね、いいこと悪いが、もともと広告収入とかそう感じてるわけじゃなくて、皆さんと楽しく話せればいいやって毎回言ってるんですけど、いいことと悪いことがあって、いいことは当然、1000人超えたあたりから、やっぱりチャンネルを見てくれる人が増えているのか、24時間をやってるのかわからないですけど、登録者数は、やっぱり前に比べてなんか多分おすすめに載ったりとかすることがあるのかもしれない。24時間やってるから。で、増えてるかなっていう。これはいいことかもしれません。全然自分では実感がないし、喋っ
っている人たちはいつものメンバーなので、なんかあまり変わらないですけど。うん。で、悪いことっていうのが、僕は基本自分が全部喋ってるわけじゃなくて、他の YouTuber さんとか、いろいろコメントで紹介したりとか、僕も一緒に勉強していくっていうスタンスを取ってるので、いろんな YouTuber さんとかいいもの、勉強させてくださいってことをコメント入れて、やるんですけど、あれはいいんですよ。普通のいろんな株式の YouTuber さんとかがコラボするのは、コラボっていうか動画出すのいいんですけど、この間エンタメ系の、なんだっけ、岩崎健一さんっていう手品の方っていうか、を出した時にすぐに、YouTube から、著作権ですみたいな、だからこれは使えませんみたいな感じで、言われたりとか、なんていうか、有料化なら有料化で、めんどっちいっていうか、だから、まあそういうのも、もうどっちかっていうと、そういうことは、僕はあんまりもう無料でもいいので、自分がやりたいこと、伝えたいこと、紹介したいものっていうのをやってこうかななんてちょっと思ってます。だからまあその時は、収益にならないかもしれないけど、まあそれはそれで、自分のやりたいこと、別にすごい侵害をさせてるわけじゃなくて、ぜひ自分たちが勉強したくて紹介したいっていう思いでやってるから、利益を求めてるものじゃないので、まあ、そういう点はね、これからもどんどん自分がいいなと思うものをどんどん紹介していきたいなと思っているということになります。はい。ちょっとなんか、めんどくさいなっていう、収益化って、ある意味、めんどくさいねですね。ただ、どれぐらい収益になるかわからないけど、今ちょうどまあ、これちょっと見てもらって、これ実はトレーディングビューの有料プランの値段なんですよ。で、僕は今ちょうどトレーディングビューのサイトでこのプロプラスっていうのを使ってます。はい。無料でも全然使えると思うんですけど、僕は、まあ、トレーダーっていうこともあって、この100個のサーバーアラート、今アラートをね、100個使えるうちの、もう結構使ってますね。まあ、24時間で。お！しめじさん、名古屋まで出張してきました。あ、なんだ。そうだったんですね。へえ。しめじさん、そういう、あれもあるんですね。プログラムやソフト会社って言ってましたよね。あ、そうですか。名古屋も暑かったでしょう。はい。ねえ。全国の会社、ですよね。しめじさん、北関東とか言ってましたもんね。なんか北関東って言うと、なんか日立とかそういうイメージが勝手にあるんですけど。はい。それで、このトレーディングビューの、プロプラスを使っていて、これ、ここには書いてないんですけど、まあ、これ本当にマニアックな話なんですけど、僕新しくパソコン買う、24時間ライブ用にパソコンを買うんですけど、暑かったです。はいはい。ギクって言ってます。あ、そうだったんですね。人身事故が、大変でしたね。まあなんかいろいろ影響がなきゃよかったですけどね。はい。ありがとうございます。それでこのプロプラスでいいことが、ノートパソコンを2つつなげて、まあ今 FX の方と、それからCFD の方と24時間ライブをしてるんですけど、それがね、できるっていうか、なんて言ったらね、パソコンも、じゃあ1台目にそれを出しておいて、2無料だともう1台ログインしちゃうと、トレーディングビューログインすると、なんかログアウトしちゃうんですよ、もう1個が。なので、
僕の場合はまあそういう意味もいろんな意味を込めて、これね、月にね、4000円なんですよ。割と高いですよね。高いと思います。まあ、変な話、僕的には、この1ヶ月4000円なるものを、まあ、ちょっとごめんなさいね。このいやらしい話で、YouTube が今回有料化になったので、この費用が賄える、月に4000円ですけど、賄えれたらいいなと思ってます。はい。そう。プレミアムはね、もう本当に僕はめっちゃトレードして、もうすごいなんかCFD とかで稼げるようになったらこれ使うかもしれないですけど、まだね、やっぱり兼業トレーダーじゃないですけど、家庭教師とか塾の方の仕事が、そうそう、またね、増えたんですよ。今週土曜日も、すいません、10時まで家庭教師がちょっと新しく入ったので、11時半に多分土曜日はなるかなと思います。まあ早ければ11時で間に合うかもしれないですけど、ちょっと帰ってくるのが10時45分とかになるので、土曜日はちょっと遅めになっちゃうかもしれません。うん。で、っていうこともあって、まあ、まだまだ、ちょっと自分ではなんていうのかな、トレードに重きを置くっていうのがなかなか難しいというか、まあ、どっちも好きなので、確実に24時間ライブをやるようになって、チャート見るようになったし、アラートも設定してるので、ちゃんと1時間おきに見たりとか、で、FX も見たりとかもしていて、格段にもうこれ、本当に自分の中では、トレーダーっていう意識もだいぶ出てきたっていうかはい、してるんですけど。まあでも、この本当にプロプラスの月に4000円くらいですけど、これがまあ、この24時間ライブで賄えたらいいなっていうふうに思ってます。で、僕はもう、前言うように、このうまく本当にチャートの方24時間で伝えられるようにして、皆さんにうまく使っていただけるような、見やすいチャートね、売買シグナルもありますし、ということで、で、自分もどんどん勉強してアップデートしてるし、それからこの YouTube ライブでも、この24時間のテクニカルを使っている内容も伝えていきたいなと思ってるんですよね。まあでも、トレードは、やっぱり自分で、ご自身でやっていただくっていうことは必要だと思うんですけど、うん。もうそれで、なんていうのかな。こういうやつですね。ちょっと、木曜日話そうかと思うんですけど、このヤフオクとか、ヤフオクはあるかな？ヤフオク。これ。まあですね、ちょっと最近、ちょっとヤフオクでパソコン買ったりするときにスーッと出てくるんですけど、あるんですね、こういうの。うん。これ、見えます？これ、見てくださいよ。この、ゴールドの EA15 万円から15万円。月利？月利 ?200% から 300%。マイクロ口座で始められる少額 FX 自動売買。まあ、怪しい匂い、プンしますよね、これ。しかも、これちょこちょこ見たら、買ってる方いるみたいですね。無料商材って。このヤフオクで結構出てるんですね、これ。これ結構出てるっていうか、もしかしたら一人が何枚もこうやって、ヤフオクとかで買ってるかもしれないですけど、何件あるのかな？もうわけわかんないです。1円とかになってますけど、で、今の、パッと見て思ったのが、皆さん、わかりました？これ EA って僕思うんですけど、移動平均線のことですよね、きっと。EMA とか。違うかな？で、どういうテクニカルをゴールドで使ってるかですよね。
MT4 でやってるみたいですね。でこういうのって僕思うんですけど、自動売買が全否定するわけじゃないんですよ。でも、まあ、それだったら、こんな言い方だけど、まず、僕とかそういうテクニカルとかを勉強されて、で、こういうのを買うときにこれがどういう、形のこれだけなんですよね。バックテストしましたとか、どういうテクニカルでこれ動いてるかさっぱりわからないですよね。もし僕これ移動平均線だけのとか、リスクリワード1対 1.5 で勝手に自動でやるとか決まってるやつだったら、めっちゃ怒りますね、これ。はい。これでも知らない人とかだときっとそうなのかなって思ったりとかします。で、今度またどっかでこの自動売買について何かあった情報があれば、いいものと悪いものがあるではないかなと思ってるので、今日もね、FX の初心者向けっていう形で、白帯さんうまいですね。15から5って逆。それ商材売れないですよね。いや、全否定じゃないんですよ、僕。トライオートとか、いいプログラムで、たまたまその地合いが当たって、例えば、2年前だったらビットコインの自動売買って上がってる市場だったので、何やったって自動売買でしたらうまくいくと思うんですよ。ただ知識がない、今の地合い、多分ね、今の地合いだったら、例えば、ショート中心のプログラムになっていたりとかね。うん。そういうのもありかもしれない。だから上がったり下がったりしてるゴールドって、むずいと思うんですよ。うん。そういったことも何か発信できていけたらなと思ってます。まあ僕も勉強しながら、全部がダメだじゃなくてちゃんと調べて、で、いろんな YouTuber さんとかの話も聞きながら、ここでもうまく伝えていきたいなと思って。とにかく多いです。はい。はい。また、これちょっと特集でやりたいです。はい。それと、あと最近、なんか、こういうのあります？僕昨日たまたまなんですけど、昨日ですね、LINE のグループで、投資のグループに招待されたんですよ。言っていいよな。別に具体的な名前出してないのでいいですよね。で、どこからこういうの来たの？自分でロジックを組んで自動化するならよし。まあまあ、そうですね。そうです、そうです。清水さんが言うように、今の僕がやってるストラテジーじゃないですけど、あれをこう、組んだりするのもいいし、まあ自分で、いますよね。確か YouTuber さんでも、いました。ストラテジーを自分で、移動平均線を、EMA をね、こう、雲みたいにするプログラムを作ったりとか、いいなぁと思ったりとかしてますね。はい。そういうのもありますよね。とにかく、自分でロジックを組むんだったら、それはこういうことで活かされていて、こういう検証ができてっていうのがあるじゃないですか。っていうか、まあ、もともとはちょっと話それますけど、勉強してない人が、きっと、無料売買いっちゃうんでしょうね。だから、勉強すればいいと思うんですけどね。やっぱり、勉強嫌なんすかね。そこに行き着いちゃうだから、勉強してない人がお金儲けしたらダメだと思います。僕はそう思います。言い方悪いですけど。はい。で、このグループラインが皆さんとこ来ます？こういうの。来て、で、日本株の、違う、やっぱり FX のグループラインだったんですよ。で、面白いなーって言って入ったんですね。80人ぐらいいたので。そしたらですね、なんかある先生が、なんかチャットが出てきて、皆さん、ユーロドルをこれから見ますんで、皆さんも画面を出してくださいとか言って、多分、その人がリアルトレードをするのかな？うん。で、そこの画面を多分見るのか、一
一緒にこう画面出すのかな。で、今の試合は、ユーロドルは、夜までダメかもしれないですねとか、なんかいろいろ上がったり下がったりしてますねとかって言ってるんですけど、まず、思うのは、LINE のグループの投資のやつは、すっげえ、情報がいっぱい、なんか Twitter みたいにいっぱい出てくるから、なんていうのかな、ロスで、ちょっと、自動売買なのかなちょっとまあ、僕がちょっとまだそういう抵抗があるかもしれないですけど、宗教じみてるっていうか、コメントがね、この先生すごいですよとかってそんななんか喋ったりするんですよ。うん。桜なのかと思っちゃったりするしね。で、僕はグループ LINE にまずこういう投資の関係で来たのが初めてだったので、一回ちょっと自分で真面目に僕もYouTube とかで勉強させていただいてます。よろしくお願いし、いい情報があったらまたよろしくお願いしますって言ってやったらそういうなんかチャットが出てきたので、もうこれダメだと思ってまた拒否しちゃいましたけどね。はい。こういうことがあるんですね。どうして出てくるんだろうと思って。FX のこと興味があるから出てくるんですけど、こういう風に出てきたんですよ。はい。はい。はい。まあまあ、こういう不思議な体験もさせてもらったんですけど、また、FX をやり出したらっていうか、なんか情報がどこから漏れてるんですかね。ちゃんと。まあでも、僕もこの最近値動きをしっかり見るようになって、で、FX とかもちゃんと見るようにして、で、言ってるので、皆さんと同じように僕も勉強しながらどんどん情報をね、勉強したこととか発信をしていきたいし学びたいなと思っております。とにかく、ちょっと LINE はね、ダメですね。はい。LINE がいっぱい来るだけでも LINE が嫌になるので、はい。です。そういう問題でした。はい。それでは、早速ですけども、これ後で話しますね。今日の、特集なんですけども、また、FX のメガバンクさんの、前回喋ったかな。中学生でもわかる FX の始め方初心者講座ということで、この動画が割と、しのぶさん、向こうから来るのは基本詐欺。はい。あと、なんか、僕もそうですけど、青が見えないじゃないですか、ネットって。だからこの人の言っとることっていうのが正しいか正しくないかっていうか、信用できるかできないかっていうのがありますよね。なので、やっぱり、まあお金がかかってるっていうのもありますけど、こういったものって、なんかやっぱり信用ってなかなかつけるの難しいですよね。はい。まあ、向こうから来るのは基本、そうですね、詐欺かななんては思いますけどね。はい。まあ。僕はずっと多分、ずっと無料でやると思います。はい。まあいいや。で、FX の始め方の初心者講座ということで、FX メガバンク。この方ね、すごいいいんですけど、この方もちょっと、ちゃんと見ないといけないんですけど、やっぱり、無料プレゼントしてるんですよね。まあ、話してることはすごいいいので、ただ、まあ僕の場合はまあちゃんと自分でトレードとかできるので、話を聞いていただくにはいいかなと思うので、この、自動売買系のことかもしれませんけどね。ちょっとこの商材については僕もちょっとハテナなんですけど、まあ内容はいいので今日はちょっと紹介させていただきたいなと思っております。はい。それではですね、1時間相場スタートして経ってますので、早速ちょっと今日の、内容の方ね、見ていきたいなと思います。はい。ナスダックからいきます。
おい、来ました。1時間経ってますね。本当にこの今週もちょっと乱高下してますけど、でも、ちょっと登っているというか、ボトムみたいな動きをしていますよね。ナスダックが12000もありますね、先物が。今日も揺れてますけど、まあでも、そんなに安定してるかな。SP500 が3925なので、まあまあ、そうですね。4000に近づいてきましたね。また4000近くいったらまたパカーンってやられるかもしれないですけど。なんか、最近 SP500 が4000いったら落とすっていうイメージがあるな。日経の27000と似てますね。27000いくからって、パーンと落としたような感じ。はい。それから、2年債の方が 3.126 で、まあ、最近このあたりですね。10年債も 3.2 になってます。今日穏やかですね。恐怖指数は今んところ穏やかです。はい。アメリカの相場は今こんな感じです。そんなに、変わってません。ダウがちょっといいですけどね。はい。31,500 まで行きましたね。はい。じゃあ次行きますよ。世界の動き。ごめんなさい。世界がどこだ？これ世界じゃないな。こっちか。はい。世界の方ですけども、中国が最近やっぱりいいですね。いいですね、中国は。うん。いい材料が出てきました。香港も久々、22,000まで来ましたね。22,400、久々見ました、この値。はい。半導体の銘柄は、ちょっと、韓国と台湾変わってます。珍しいですね、この動きは。韓国と台湾割と同じような動きしてるんですけど。はい。インドがじわじわっとボトムになってるのかな？ 15,800 まで来ましたね。うん。15,000近くまでいたのがだいぶ戻してきましたね。16,000、でも日足で確か 16,700 か800ぐらいで大きい抵抗ラインがあるので、そこまでどう登っていくかですね。まだ長期は売り目線だったと思います。ヨーロッパ。いいですね。イギリスが 7,350 ですね。はい。だいぶ近づいてきました。最高値 7,650 ですね。はい。まあ、ちょっと戻してきました。ドイツは 13,200。まだまだですね。ユーロはどれぐらい？ 3,500。まだまだですね。まあ、ひたひたと、ユーロは目標 3,800。ドイツは一つの目標が 14,000 っていうとこだと思います。他、東南アジアあまり、ベトナムがど底値からちょっと這い上がりましたね。ちょっとど底値だったですけどね。あと、そうですね。主だったところは、サウジが最近いいのかな？なんかちらっとプラスが多い気がしますね。サウジあんまり僕注目してないですけど、サウジって、あれなんですよね。株、買えないんすよ。サクッとお風呂入ってきます。ありがとうございます。しめじさん、スマホって防水ですか？こうやって持って僕たまにスマホ持って、お風呂入って、たまに TikTok とか見てますけど、iPhone は8ぐらいから防水？ 7 から防水だったかな？ちょっと Android は防水かちょっと知らないですけど。はい。お風呂俺も最近入ってね、全然また話それちゃいますけど、安城コロナっていうか、いつもお世話になってます。安城コロナいつもライブがない日は、結構行ってますね。火曜日、違う。ライブが今、火曜、木曜、土曜でやってるじゃないですか。なんで、サウナに入る日が今、水曜、
金曜、日曜、最近ごめんなさい、日曜日ライブサボっちゃったりしてますけど、日曜日のラスト、12時、11時ぐらいか。やっぱり11時過ぎると結構サウナ空いてくるので、いいですね。サウナ入って、外気浴して、お水、冷水入ってっていうのを4往復ぐらいして、で、炭酸水入ってですね。あ、そうなんですね。YouTube 見ないですね。はい。あ、はい。それでですね、待ってください。これはダメだな、どんどん。アルゼンチンがいいですね。ボベスパもいいですね。はい。というところです。はい。それじゃあ、コモディティ行ってみます。あ、ちょっと待ってくださいね。あ、いいですね。はい。コモディティ、おっと、シルバーが、ドーンと落としてますね。珍しい。ゴールドとシルバーで、シルバーの方がちょっとお先に落としております。ゴールドはなんか不気味なレンジをやってますけど、どっかの抵抗ラインで下がってきたら、シルバーがこんだけ落としてるので何かあればアルゴでゴールドも落としてくるかもしれません。1823なので1800ジャストぐらいまでは見るかもしれないですね。原油ですね。最近110のあたりをうろうろしております。一回下げましたけどね。さあ、ここからどっちに行くかっていうところですけど、ちょっと需要が、需給の関係もちょっと出てきて、っていうのはまあ、灯油はもう暖かくなってきてるので、こんだけ落としてますよね。ガソリンが少し落としてます。なのでまあ、もしかするとちょっと、わかんないですね、これは。今の短期ですね。は、下がってくるかもしれません。需給の関係だけです。その代わり天然ガスが、レンジから一回需要もあってか、扱ったこともあってか、6.72% 上げてますね。久々 6.6 までいってます。はい。あ、篠宮さんそうなんです。アンコロ、かなり出た時期。あ、そうだったんですね。ありがとうございます。今ね、ちょっとあれなんですよ。また話前後しますけど、ちょっと値段上がったのかな。週末とかだと950円するので、ちょっと高いかなってなんか思うんです。北の湯の方が安いかなと思うんですけど。まあもう、はい。そこら辺はプチ贅沢っていうことで950円払っても全然いいかななんて思ってますね。はい。あんまお金使わないですけど、はい。お風呂で最近だから月に1万円、1万円ぐらい使ったことない。週3行ってると、そうですね。1000円、1000円、3000円。そうですね。1万円ぐらい行きますもんね。週3お風呂に行くと、1万円だから結構贅沢ですよね。はい。うん。まあちょっと、なんか節約してるというか、しないといけないですね。はい。はい。大豆が、間違ってるこれ。なんで1459なの？ちょっとごめんなさいね。こっちのチャート見ますね。あれ？なんで、ちょっと、僕が見ている大豆の値段と、こっちの大豆の値段が違いますね。ちょっと何を見てるのか、ソービーンズ CFD で見てるんですよね。あれ？ 100 違うぞ。前まで合ってたのに。なんでだろうこれ。ちょっとごめんなさい。1600いくつだったと思うんですけど、価格がちょっと違ってます。あれ、コーンも100違うな。大豆とコーンがこの世界の指標だと僕の見てるやつと100違いますね。まあいいか。動きだけ見ればいいか。だいぶ
大豆とコーンが、そうそう、今週、下落トレンドになりましたね。はい。冷やしで環境認識したら、下落トレンドでしたね。ついに、1年ぐらい、ぶりかな。上昇トレンドだったのが、はい、抜けましたもんね、この2つ。下落トレンド入りしました。ついに、はい、このソフトコモディティが。はい。下落トレンドっても冷やしベースなので、この1ヶ月2ヶ月とかの話かもしれませんしね。わかんないですけど。だから小麦も多分下落トレンド入りしたと思います。ソフトコモディティがこの時期やっと下げ相場になったという状態です。はい。目線がね。はい。コーヒーとかちょっと最近やってるんですけど、またちょっとやらなきゃいけないですね、ここら辺。だいぶ下げているので下落トレンド入りしてる気はしますけどね。はい。はい。最後に、こっちね。ビットコインとか。もう、悪くないね。っていうか、イーサリアムクラシックなんかむちゃくちゃになってますけど。大丈夫ですかこれ。はい。むちゃくちゃになってますね。もうほんとアルトコインなんか本当にくちゃくちゃですね。はい。怖いですわ。イーサリアムとかビットコインですら今、恐怖がまだありますんでね。同時も本当にすごいですね。ちょって言ってプッと下がりますもんね。イーロンマスクが言ったらカーンと上がってまたスッと下がりましたね。トレーダーとしては面白いかもしれないんですけど、現物で持ってる人にとっちゃもうなんじゃこりゃって感じですわ。はい。ということです。各、セクションを見ていきましょう。今日の、SP500 の、1時間の動きを見ます。はい。こんな感じでした。今日、動き緩やかだったので、多分、セクターで見ていくと、大型株は、多少売られてますけど、鈍いですね。今のところ。鈍いっていうか、アマゾンでマイナス 1.5 ですからね。そんなんでもないです。日用品も鈍いです。ウォルマートはプラスだけど、コストコはマイナス、P&G はマイナスという感じで、まあ、あんまり良くない。逆に、コカ・コーラとか、ペプシはいいですね。まあ、0.1% ぐらい上がっています。目立っているのはエネルギーが戻してきてます。エネルギーずっと下げてきてるので、ちょっと一回、跳ねた感じですね。多分ですけど、これ、テクニカル上のことがちょっとある気がします。水平線引けば多分わかるかな。エクソンモービルとシェブロンは、ちょっとそんなところがある。抵抗ラインから跳ねたような感じが見えますけどね。はい。今日はエクソンモービルは 4% 上がってます。軒並みエネルギーはいいですね。はい。銀行系もちょっと戻してます。ヘルスケアもちょっといいです。でも違うな。ジョンソン&ジョンソンは落としてるって、ユナイテッドヘルスが上がってるので、どっちもどっちです。メルクが落としてるから、ここも業種によってですね、あんま変わんないです。ということはもう全体的に今日はそんなにこう揺れているわけじゃないということになりますね。世界の方を見てみます。世界もパッと見た感じだともうあんまりどっちがどっちって感じじゃないですね、今日は。今のところ。カナダも若干上がってるかなって感じです。中国はアリババ、しのめさん119まで来てますね。いやー、ボトムだったのかな。アリババのチャートもしかしたらカップイズハンドルっぽいような動きもありますね。ジンドンもまあまあいいですね。上がり方が。これはなんだ？これは違う。ペトロチャイナだから、あれだ。石油関係か。なるほど。ちょっと中国のハイテクがボトムっぽい動きをして、最近ちょっとテンセント見てないですけど、はい。日本が、トヨタがちょっと良くて、ソニーもぼちぼち、三菱 UFJ。
そうそう。ちょっとここで話それますけど、今後の話で、これ、ペイペイ証券をチャートの中に今後入れて紹介してこうかなと思っております。はい。日本株ずっとくすぶってましたけど、日本株の CFD として、まだみんなあんまり、やってない。あ、どうもお疲れ様です。あ、しめじさん、早いですね。あ、どうもお疲れ様です。この間、コメントありがとうございました。青田さん。はい。はい。この、ペイペイ証券について、チャートの方も、これから日本株の CFD を紹介していこうと。で、何をやりたいかというと、3番目のライブ。今ちょうど、FX と、なんだ、FX と CFD の先物取引の方は24時間ライブでこう放送してるんですけども、3つ目のライブチャンネルとして、今構想があるのは、このペイペイ証券、昼間を、日本株の CFD のこの取引、50銘柄ぐらいあると思うんですけど、日本株をちょっとチャートを出して、で、夜は、ライブがないときは、アメリカの個別株をチャートで出していこうかなっていうのをちょっと考えています。今どんどんチャートを自分が見たいし、皆さんにもテクニカルのチャートをこう出して、見ていただけるような、トレードをすごくお手伝いできるような何か、チャンネルを作りたいなと思っております。なんで、ペイペイ証券は、僕はADR の、日本株の15銘柄ぐらいは、今チャートで週末なんですけど、出しているんですね。ごめんなさいね。どうだったっけ？この間ちょっと実験で出したんですけど、そうですね。ソニーと、キャノンと、日本電産と、これ ADR ですから、なんていうのか。チャート自体は日本株のティッカーコード。ね、トヨタとかだったらティッカーコードが7203ですよね、トヨタ自動車。ホンダだったら7267数字なんですけど、ここを、もっと充実させて、しっかりチャートのこのテクニカルもこれ、出して、はい。1時間足ぐらいで表示して何かシグナルが出るようなものを表示できたらなぁなんてちょっと思ってます。当然、日本株の ADR と、中国株、昼間は。はい。で、夜に、なので、ちょっと時間24時間じゃなくてフレックスになると思うんですけど、昼間は日本株と中国株を出して、で、本当は夕方出そうかなと思ったんですけど、夕方は僕もちょっと忙しいもんで、なかなかチャート出せないかなと思ったんで、夜、こういうライブがない日とかでも、ちょっと設定しておいて、アメリカの株とか CFD が動いてるもの、個別株とかね、そういうをちょっとチャート出していきたいなと。これもともと僕がパッと見たいっていう思いがあるからですね、きっと。一番最初は僕が見たいから。で、皆さんに見てほしいっていうのは二の次かもしれないですけど、僕がいろんな株のチャートを見て研究したくって、やってます。なんで、どんどん改良していきたいなと思ってますので、日本株も興味はあったんですけど、なかなかできなかったので、全部が全部下げっていうわけじゃないだろうし。で、ペイペイ証券の、ことも、なかなか皆さん、口座は作ってるみたいなんですけど、なかなかCFD の日本株、ペイペイ自体はすごいメジャーらしいんですよね。でも、口座作っててもなかなかその CFD に行き着かない。これね、口座数本当に合ってんのかな？すごいっすよ。見てると。600万人達成って、これペイペイみんな使ってるから、
こうやって言ってるのかわからないですけど、600万人も CFD やってるとは思えないので、絶対にで、そのくせ、ペイペイ証券のことについて YouTuber さんもそうですけど、ほとんど誰もこう、解説も何もしてないですよね。はい。ちょっと俺マニアックかもしれないですけど、今日本で割とこう、ちゃんとペイペイ証券ってみんな口座作ってるはずなんだけど、もしできてないよだったら何かね、GMO クリック証券とこのペイペイ証券で、昼間は日本株の CFD、今度、あれですよね、信用取引が始まるんですよね、7月から。だけどCFD の方が気楽かもしれないので、でも、ちゃんとこう、テクニカルをなんか出したいなって思っています。これちょっと実験ですけどね。はい。新しいパソコンが来たら、ちょっと3チャンネル目も実験していこうかなと思ってます。すいません、なんか変な、やりたいことどんどん喋っとって。どんどんなんか俺自分がマニアックになってる気がしています。でも、あれですよね。こんな言い方あれですけど、無料だからいいですよね。これでなんかほら、有料の商材とかなんかやると、僕的には基本自分が勉強したいから。なので、はい。はい。商売でやるつもりはないので、ただ、電気代が、パソコンがすごいので、そう、電気代とか何か賄えればいいかななんて思いますけど。なんかすごいっすよ。パソコンってどれだけ電気代食うんですか？なんか仮想通貨のマイニングじゃないですけど、なんか自分の中で最近パソコンがすごくずっと稼働してるから、ちょっと気持ち悪いっすね。はい。はい。すいません。話がだいぶ逸れてしまいました。相場の方はこんな感じですね。すいませんくださいね。個別株をちょっと、主だったとこだけ、米国の言いますね。ファーストリテイリングになってますけど、ちょっとアップルにして。米国株の方ですけども、NVIDIA がちょっと落ちてますね。半導体が今日悪いですね。なんかあったかな？ AMD が 3.8 落ちてますね。でも違うな。クアルコムが 2% 上がってるから、業種によってだな。決算、あれ？ナイキが決算があったのかな？ 4.52 落としてるナイキが。そうです。なんか、決算が、ちょっと見てくださいね。そう、これだ。決算ありましたね。あれ？決算悪くねえぞ。ごめんなさいね。ナイキの決算は悪くないですね。ちょっと見ますね。あれ？悪くないのに、すっげえ売られてます。配当？ナイキは配当がそんなないですよね。確か。配当金は。で、1.1 ですもんね。カンファレンスコール聞いてないですけど、次もいいですね。あれ？これ割と今数字だけ見てると全然悪い要素がないですけどね。売られちゃってます。はい。今日売られてますね。不思議だわ。はい。すいません。細かな分析ができなくて、決算だけのパッと見た数字だとこれ売られてる理由がわかりません。ナイキは。はい。ちょっと次行きますね。パッと見ますね。エネルギーはいいですね。テスラもマイナスで。ダウの銘柄はそんなに動いてないです。モルガンスタンレーが 2.89 ですね。ボーイングがいいですね。ちょっといいですか？ボーイング1時間足です。いいっていうか、ちょっとこう、でも上昇トレンドに入りそうな動きもしてますね。
上昇一波ですね。ボーイングがいいっていうことは少しやっぱり飛行機に乗る需要が増えてきたと思うんですけど、デルタ航空をちょっと今見過ごしたので、デルタ航空が良きゃそうですね。ちょっと待ってくださいね。デルタが 3.88 だ。やっぱ、そうですね。航空株良かったですね。はい。はい。あと、主だったところは、銀行系は全部プラスです。防衛系がちょっといいです。オーメットエアロスペースが 2.2 ですね。なとこですね。エネルギーはいいです。はい。それでは、今日の特集の方に入っていきたいと思います。その前にすいません。また、今日その前にばっかりすいません。告知っていうか、一つ、これ、ちょっとですね、これを見てください。これ聞こえるかないきなりこの変なのですけど。こんにちは。聞こえますかね？こんにちは。今日はですね、棒読みちゃんの音声を AI ボイスの音声に変えるアプリを紹介したいと思います。AI ボイスといえば、あかりちゃんも AI ボイスなんだよね。そうよ。棒読みちゃんの代わりに、私がお話しするアプリになるわね。このアプリを使えば、例えば YouTube のコメントを私が読み上げるようにすることもできるわ。それはすごいね。私だったらゆずきゆかりちゃんに読んでほしいな。どうせ、私より、ゆかりちゃんの方が人気ありますようだ。しくしく。冗談。どっちでもいいよ。どっちでもって言うと、それは、それで悲しい気がする。ちょっとここで飛びます。一軒家ですか？常設数台 PC をするなら電源の管理をしてください。タコ足とか、コンセントとか配線が燃えたりします。そうですね。はい。一軒家です。ちょっと電源の配線とかも考えたいと思います。ありがとうございます。はい。多分ね、熱くなったり燃える可能性も十分あるので気をつけたいと思いますね。はい。今ね、パソコンが3台なんですけど、ここでもう1台増えるので、パソコンの4台とかだとちょっと気をつけないといけないですよね。はい。事務所とかでね、パソコンは結構何台かやられてるとことかもあると思うんですけど、本当にコンセント気をつけないといけない。モニターも出してるしね。はい。ありがとうございます。はい。それでですね、今の聞いてもらいました？何を言いたいかというと、これ皆さんにちょっとお聞きしようかと思って、これ、棒読みちゃんって知ってます？棒読みちゃんっていうのは、今の皆さんが書いてあるコメントを、読んでくれるやつ。わかりますかね？これ皆さんなんか、ゲーム解説とかそういう YouTube って見たことあります？ゲーム解説してるときにこう、なんとかなんとかって読んでる。これやるかな？ちょっと待ってくださいね。これ多分やり方を言ってるので、ちょっとこういう風にして、飛ばしますよ。連携できるわ。それじゃ、しおんちゃんお望みのゆかりちゃんで試してみましょう。ちょっと今ゆかりちゃんの声で申し訳ないですけども。棒読みちゃんのテキストです。棒読みちゃんに入れた文字を。知ってます川端さん。はい。AI ボイスでキャラクターを変えてあげれば、どのキャラでも読み上げてくれるわよ。あかねです。これは切り替えが楽でいいね。それじゃ、ついでに、コメントビューワーの連携も試してみましょう。YouTube コメビューで検索すると出てくると思います。どっちでもいいですが、今回は安定版を使ってみます。どういうことかだけちょっと説明だけしますね。ひとまずデスクトップに置いて、解凍してコメビューを起動します。プラグインで棒読みちゃん連携を選択します。棒読みちゃんにコメントを読んでもらうをオンにします。そうそう、ツイキャスとか自動読み上げありますね。はいはい。コメントを読んでみましょう。動画を開いたら URL をコピーして、
の接続を追加を押して貼り付けます。接続を押すと、北朝鮮や中国と同じ国家安全保障上の課題へと変更する方向で調整している。これ。とまあ、こんな感じで YouTube のコメントを AI ボイスで読むことができます。これはいいね。棒読みちゃんでもよかったけど、これはこれで面白いね。ということで、この、ちょっと実験っていうかをしようかなと思っていて、今のこのチャットとかも、なんとか棒読みちゃん、これは棒読みちゃんの音、ただ僕棒読みちゃんって今みたいなこう棒読みで読むのじゃなくて、こういうアプリを使って、で、皆さん男の方が多いんだけど、この女の子の声にして、音出してもどうかなってちょっと思ったんですけど、皆さんはこれ、どうすかね？コミュニケーション図る上でも、あと僕も、音声でこう入ってくると、面白いかなと思って、で、多分ね、一人ね、株式の朝、ライブをやってらっしゃる方で、この棒読みちゃんを使ってやってらっしゃる方がいました。どこのおじさんかちょっと忘れたんですけど、朝ね、FX をやってらっしゃる方が、違うな、日経かなんかかな。で、棒読みちゃん入れて、一緒になんかトレードかライブをしてて、ちょっとトレードは上手いか下手はちょっと別としても、結構、昼間からこんなにいろいろ喋ってるんだなと思ったライブがありましたので、どうですかね？一回実験させてもらっても大丈夫ですか？もし大丈夫だったら木曜日一回プログラムをこれ入れてみて、棒読みちゃんというかなんか、やってみようかななんてちょっと思ってます。で、嫌だったら言ってくださいね。一応、ちょっと木曜日これを考えていたので、なんかせっかくこうコミュニケーション取るときにこういったあった方が面白いし、もしかしたら、これから新しくこう今日、投資のこととかで興味のある人でも、なんかこう、そこで面白いかもとかって、こうやってね、やるのはいいのかななんてちょっと思いました。なんか参加型により近くなるだろうし、もっと身近になんか感じられたら、そう、ゲーム実況の方がよく、しのさんいいですか？ありがとうございます。はい。で、なんか皆さんの声を何にするかわかんないですけど、一応今この棒読みちゃんの音声を AI ボイスに変えるっていうことで、皆さんがもしかしたら女の子の声になっちゃうかもしれないですけど、それいや、棒読みちゃんよりこっちの方が面白いかなと思って、ちょっとプログラムを組んで、ここのあれだけですよ。24時間の方はほっといてるだけなので、あれ棒読みちゃんとか入れてもしょうがないので、このコミュニケーション大事にね、なんかしてきたらななんて思ってます。やっぱ、ただでさえ株式の話って僕らは面白いかもしれないですけど、これから初心者の方とか入ってくるときに、なんかくだらないこと喋ってるなとか、ゲーム解説みたいなのもそうですけど、面白いと思うんですよね。それでなんかリアルトレードとかが何かもしできるようになってチャートとかで解説して、やると参加型でよりいいかななんてちょっと思ったので、サラさんどうも、ちょうどいいとこに来ました。こんばんは、よろしくお願いします。はい。今ちょうどちょっとこれからのライブのことについて、棒読みちゃんってアメリカではちょっとそういうライブってどういう風にやってるかわかんないですけど、そう、ゲーム実況みたいにして、棒読みちゃんで、ちょっとソフトを入れて、このチャットの音を、音声を出してみようかなっていう話をしてました。はい。またなんか面白いかなと思って。でも、サラさんはちゃんとほれ、面倒かもしれないですけど、いつもメッセージ消してくださってね、いますのでね。多分音声流して後で消しても特に問題はないと思うんですけど、はい。
これをちょっとやってみようかなっていう話をしておりました。はい。すいませんね。まあ一応木曜日から実験してみようかなとも思ってますけど。皆さんこうやって、そう。こうやって話すのも音が出ると面白いからって。あとなんかゲーム解説とかでちょっと見てたら面白いですね。なんかゲーム解説で、なんだっけ、音とかも鳴らせるのかな、なんかプログラム組んでやってる人いましたね。お笑いのあれ、なんだっけ。あと、忘れちゃった。ど忘れちゃった。白塗りの人。ちゃんちゃちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん。なんとかなんとか、なんたらだったった。ちくしょうとか言う人。ちょっと名前を忘れてしまった。その人のものをそのまま流してたりとか、ふざけるのも面白いですよね。僕は、全然ふざけても面白いなと思ってるんですよ。それだけ身近になんかやれるといいなって思ってます。とにかく、コミュニケーションとかをこう、ね。コウメ太夫、そう。そうです。ゲーム実況してる間に、コメントで、コウメ太夫流してる人がいましたし、お笑いのこととかも適当に喋って、はい、もう全然関係ないこと。こうやって、拾っちゃうと、僕が、例えば拾うと、僕は読むじゃないですか。で、読むのもいいんですけど、音声で拾った方が、なんか気軽に適当なこと喋れません？そういうのもあります。はい。はい。そう、こういうコミュニケーションもなんか音声拾ってやるといいかなーなんてちょっと思うんですよね。はい。ちょっとなんか、木曜日にうまくできるように試してみたいと思いますので、ぜひね、皆さんなんか投資のことだけじゃなくてもいいので、適当に、喋って、なんか音声が出て楽しんでくれるといいなって、なんか思いました。はい。はい。ということで、もうちょっと特集の方に入りますよ。皆さん。はい。ペイペイ証券の話も、またこれも、いつできるかわかんないです。近くアップしていきたいと思います。なので、昼間は日本株の CFD と中国株の CFD。で、夜は米国株の CFD という形で個別株とかもいろんなものを、チャートで出していきたい。これはフレックスで出していこうかなと思ってます。はい。まあ、ちょっと、調子づいてるところもありますけど、いろいろ今やりたいことをやらさせてもらっております。はい。それではですね、今日は、特集なんですけど、ビギナーの方々ということで、僕ももう本当に、知ってることもあるし、そっかっていう思うこともあるかもしれませんので、中学生でもわかる、FX の始め方初心者講座ということで、こちらの内容を聞いていただきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。あれちょっといいですか？ちょっと待ってください。これなんでモニターで出ないんだ？この画面表示で、あれ？まあいいか、ここでいいか。まず皆さんはですね、FX と聞いてどんなイメージを持たれるでしょうか？出た。メディアではよく、ごめんなさいね。フリーターが FX で年収1億円稼いだとか、主婦が月収200万円を稼いだとか、こういったですね、ことが頻繁に取り上げられていますので、FX と聞くと一攫千金のようなイメージを持たれる方が多いんじゃないかなと思います。その反面ですね、これ最初の初心者の初心者から話してますんでね、ご了承くださいね。ギャンブルである、こういった怖いイメージも同時に持たれるのかなと思うんですけれども、FX はルールを守ればアラートが鳴った。低リスクの資産運用になります。ナスダックが今ちょっと転換点に来てるかもしれません。
硬いスーパートレンドが出てます金融機関もこの外貨で運用していますし12時ですね。もっと言うとグローバル企業っていうのは海外で利益を上げてるんで、この為替はもう切っても切り離せないわけです。さらに言うと、私たち個人も身近なところでこの FX と絡んでまして、海外旅行に行く人っていうのは必ず日本円を外貨に両替していますよね。なんでこの為替を経験しているわけです。なので FX は確かにレバレッジといって、これ後で説明するんですけども、ハイリスクハイリターンの投資になるんですけども、ただリスクをコントロールすることで低リスクで運用することも可能になります。では次に FX の3つの稼ぎ方としまして、 FX には短期売買、長期運用、 FX 自動売買といった3つの稼ぎ方があります。まず短期売買とは、これはスキャルピングやデイトレード、スイングトレード、これが短期売買で、要は短期間で売買を繰り返して資金を増やしていくというのがこの短期売買ですね。で、例えば FX で少額から始めて億を稼いでいる方っていうのは実際いるんですけど、その方々っていうのはほぼ全てこの短期売買をやっています。次に長期運用っていうのは、これは FX には金利収益でスワップポイントというのが毎日発生する仕組みがありまして、それを狙って長期で資金をゆっくりと増やしていくというのがこの長期運用になります。こちらは一度運用開始すれば、あとはほったらかしで運用ができるので、忙しい方にも向いているんですけれども、なかなか FX の長期運用聞かないですよね。になります。トルコリラでやってる人がいるかな。で、最近流行ってるのがこの FX 自動売買で、FX 会社が無料で提供しているシステムなんですけども、それを使うことによって中長期で資産を増やしていくことができます。で、こちらも一度スタートすれば、あとはシステムが勝手に売買をするので、ほったらかしで運用ができるんですけれども、ただ注意点としては、お金を預ければもう勝手に増えていくというものでもないので、しっかりと自分で戦略を練って、この自動売買の自動売買は本当そう思いますね。必要があります。なので、いずれの稼ぎ方もですね、当然といえば当然なんですけれども、FX がどういうものなのかというですね、この基礎を習得するっていうのは必ず必要と言えます。それでは前置きはこのぐらいにして、早速ですね、動画の方に入っていきたいと思います。まず、この動画はこれから FX を始める未経験者の方から、すでに FX を始めてるけど、ちょっと仕組みがよくわかんないという初心者の方を対象にしています。内容は FX の基本的な知識をほぼ全てカバーしていますので、ちょっと長い動画になると思うんですけども、1日で見られない人は、ぜひですね、分割して学習するようにしてください。動画の方が30分ぐらいあるので、実際に始める前の土台完成が12時半ぐらいに終わりますので、全てイラストを使ってですね、わかりやすく解説していきますので、ちょっと眠いなっていう方はお休みいただいて、繰り返し学習するようにしましょう。12時半ぐらいで終わるような形にしたいと思います。まず FX の始め方ですね。これから未経験者の方がですね、FX を始めるためには、この4つのステップを踏んでいく必要がありまして、まず FX の基本的な仕組みを全てマスターします。で、次に FX 会社で口座開設をして、たまに止めたりするかもしれませんので、口座にお願いします。して少額からスタート。もしくはデモ口座でスタート。で、その後、稼ぐためにスキルを徹底的に磨いていくという、この4つのステップになります。ではまず、このステップ1ですね。FX の基本的な仕組みから解説をしていきたいと思います。で、これから FX を始める方は、もしかしてここら辺は知ってるよっていう方もいると思います。確認していく感じでお願いします。先金決済、レバレッジ、取引単位、取引時間、手数料、CFD もそして FX ですからね、ほとんど。で、逆に言うと、この中の一つでもよくわかんないなという方がいれば、もうそれはすぐに勉強する必要があるので、今回の動画で全て解説しますので、ぜひですね、マスターするようにしましょう。はい、それでは早速 FX とはから説明をしていきたいと思います。FX とは、2つの国の通貨を交換する取引のことを言いまして、
ちなみにこの再生数は異常にあって、もしくは米ドルを日本の円に130万再生回数してて、動画自体はもう3年前ぐらいの動画になります。今、日本からアメリカに海外旅行に行きますと。で当然その時に日本の FX で100万再生回数っていうのはすごいと思いますね。なんで、なかなか米ドルに両替する必要があるわけです。日本の FX っていうかここで株式でないですね。1万円を両替するとしますと、その時の為替のレートによって米ドルになりますので、1ドル100円の為替のレートだとしますと、確かに1万円が株と連動してますね。でもしこの100ドルを使わずにまた日本の円にするとしますと、為替のレートっていうのは日々変動してるんで、もし為替のレートが1ドル120円になっていたとしますと、この100ドルは1万2000円になって戻ってきますので、為替のレートの変動によって2000円の利益が発生したということです。つまり、この為替のレートの変動を利用して稼ぐのが FX になります。では次に円高円安について説明をします。円高円安っていうのは外貨に対する円の価値を表すもので、例えばですね、今1個株のトレードされている方も海外で買うケースを考えてみると FX やらなくても FX の考え方を知るのは為替のレートが1ドル100円だとしますと、100円出せばみかんが1個買えますよね。では次に為替のレートが1ドル120円になりましたと。この時はどうでしょうか。この時はもともと100円でみかんが買えていたのに120円なんで、つまり20円プラスにそういえば円がみかんが買えなくなったと。大丈夫ですかね。ドルに対して円今日ニュースがで下落した円200円まで行くんじゃないので変なニュース流れてましたけど、円安のでは反対に今度は1ドル80円になったとしますと、これはもともと100円だったのが80円出せばみかんが買えると。つまりドルに対して円の価値が上昇した。日本は1ドル円高になったと。70円ぐらいまでは見たことあるかな。FX 初心者の多くの方が一番最初につまずくポイントが実はここでして、今説明したドル高円安以外にも、為替はユーロドルとかポンドドルとか、いろんな通貨ペアがあると。そしてさらにそのどっちの通貨を買ってどっちの通貨を売るのか、こういったことが絡んでくるんで、非常に分かりにくいところなんですよ。ただ一つですね、分かりやすく考えるポイントとして、為替を株などのように一つの商品として考えるということがあります。ダンさん147まで見てるんだ。テクニカル上で安く買って高く売る、または147高ってく売ってどこだろう、安く買う。テクニカルで。この2つしかありません。で、ここでさっきのどっちの通貨を売ってどっちの通貨を買ってっていうんではなくて、もう純粋にですね、一つのものとちょっとぶっちゃけダンさんの FX は、99円で1個怪しい消しゴムを買いましたと。で、その後、101円ダンさんだったはら売りました。っていう考えたら、これ、当あれですね然利益が2円になります、ね。債券とか、ああいうでちょっと長期のやつは強いですね。 101円で消しゴムを売りました。で、その後、日100円でもう本一回仕入れ債券とかましたってなったら、これすはごいと思いますけど、利益が1円ですよね。 FX はでという具合に、安く買ってちょっと高く売るきついな。もしくは高く売って安く買う。もしかしたらトライアングルが出てたたりとかね、テクニカル上でなんかあるかもしれないですけど。では次に先金決済について解説をしていきます。で、FX ってそもそもどうして売りから取引ができるのか。円を FX 会社に預けてどうして関係のないユーロドルとか、円を含まない通貨ペアの取引ができるのか。利益が出る仕組みがいまいちよくわからないと。こういう方は非常に多いんじゃないかなと思います。で、実際に FX をもうすでにやっている人でも、この先金決済については理解できていない方っていうのは非常に多いです。で、この先金決済っていうのはそもそも何かっていうと、FX っていうのは FX 会社に証拠金と呼ばれるお金を預けるんですけども、その証拠金で直接投資対象を売買することはしません。例えば、米ドルとかユーロを直接実際に両替をするっていうことではないです。では何かっていうと、売買で発生した損益額だけが口座に反映される。これが先金決済と呼ばれる仕組みになります。
この反対っていうのは、これ現物取引ですよね。例えば銀行に行って、銀行とか両替所に行って、日本の円を米ドルに両替しました。そしたら手元に米ドルが来ますよね。これが現物取引です。でも FX は直接それらの投資対象を売買をしているわけではないので、現物取引がないんです。先金決済と呼ばれる取引方法になります。ではより具体的に見ていきましょう。個人投資家は FX 会社に証拠金と呼ばれる担保を預けます。この担保を元手に売買をすることになりまして、例えば今、ドル円ですね。ドル円で1ドル100円で1000ドル買い注文を出しました。で、その後、120円で1000ドル売りの決済をしました。すると、もう外国に行けません。230円だったら。2万円の利益だけが口座に反映されるということですね。もう海外留学できません。損失が発生したら、その損失がこの口座に反映されるということです。つまり、この証拠金によって売買を行うので、これによって円を含まないユーロドルとかポンドドルといった通貨ペアも取引ができますし、後から説明するレバレッジといった仕組みができるわけです。これ CFD も一緒なのでね、全然あれですけど。レバレッジっていうのは、預けた資金よりも大きな金額を取引できる。俺自分の名前、国内 FX 会社の場合は、レバレッジ入れてたな。最大25倍までレバレッジをかけることができます。安倍紙っていうか。例えば今、10万円を FX 会社に預けましたと。で、通常の現物取引であれば、これ10万円しか両替とかできないんですよね。10万円を持ってって空港の両替所で、米ドルに変えたりとか、他の通貨に変えたりとか。この FX の25倍っていうのが、取引なんで、この10万円を元手に、やばいっすよね。最大25倍、250万円分まで取引ができると。あれ、日本の法律で25倍までいいんでしたっけ？ 20 倍じゃなかったっけ？で、よくいただく質問として、このレバレッジって25倍だから危ないんじゃないですかとか、5倍、10倍ってどうやって買えるんですかとか、はいはい、売りからやるとスワップポイント。こういったですね、質問をいただくんですけども、レバレッジっていうのは、これは取引数量、つまりどれぐらいの金額を自分で売買するかって決めれるんですけども、その取引数量によってレバレッジっていうのが決まってきます。例えば小さい取引数量で取引すればレバレッジっていうのは低くなりますし、逆に取引数量を増やせばそれに応じてレバレッジっていうのも増えていくわけです。なのでレバレッジを調整するっていうのはイコール取引数量を自分で調整するということになります。これって言ってないですけど、ではこの取引数量時間足とも関係しますよね。FX の取引短い時間足ほどレバレッジをかけてもいいかもしれないし、時間が長い方の足でやるとレバレッジ低い方がいいと思いますけどね。卵でスーパーを買うときに1パックで買いますよね。で1パックの中には6個ぐらい卵が入ってると。これと同じように FX でも1ロットで1ロットの中にどれぐらいの通貨が入っているのかっていうのが決まってます。で、FX 会社によってこれは異なるんですけども、一般的に1ロット1万通貨。お花さんお疲れ様でした。眠いですよね。これが一般的な。ありがとうございます。またでは、この1万音出すかもしれないんですけど、また楽しみにしてください。具体的にどれぐらいの金額なのかと言いますと、お疲れ様でした。この通貨の部分を外貨に変えれば円の金額が求まりまして、例えば今ですね、ドル円の取引をしましたと。で、ドル円の為替のレートが1ドル100円だとしますと、1万通貨っていうのは、これ1万米ドルなんで、かける100で100万円。で、1000通貨は1000米ドルなんで、かける100をしてあげて、10万円という感じに求めることができます。で、レバレッジは自分で決められるということで、今1ロット1000通貨単位、そしてドル円のレートが1ドル100円だとしますと、レバレッジっていうのは自分が預けた証拠金に対していくら取引したか、この計算式によってレバレッジが求まります。例えば今10ロット4万円ですね。4万円 FX 会社に証拠金として預けて10ロット取引しましたと。で10ロットっていうのはこの条件から100万円ですよね。なのでレバレッジっていうのは100万割る4万円で25倍と求めることができます。
これがもう FX で一番リスクを取った取引パターンですよね。レバレッジ25倍で4万円預けて、その最大限取引できる金額のトレードをすると。でも、これは別に取引金額っていうのは自分で自由に決められるので、 CFD も日本の法律で必ずしも10倍までとか決まってんのかな。取引をしなければいけないわけではないと。あ、別にコモディティ20倍か。でもし2ロット取引すれば、これはレバレッジは5倍。もっと言うと、決まってんすかね。1ロット取引すれば10万円預けて10万円の取引。もしかしたら CFD が1倍ですよね。人が増えてきたら規制が、レバレッジの規制がかかる同じリスクかもですよね。全然危なくない。仮想通貨一時期海外すごかったっすね。ハイリスク。レバレッジをかければ FX も海外口座すごいって聞くな。減らしてレバレッジを低めにやれば800倍とか低リスクにもなる。あった気がするけど。つまり自分でリスクはコントロールできるということになります。800倍ってどんだけちょっと動いたらすぐ次に FX の取引時間について説明をします。FX っていうのはこれ面白いですね。土日を除いて平日24時間取引をすることができます。例えば株式市場だと国内のマーケットが開いている時間っていうのは朝9時から夕方の15時までで。最近FX の24時間ライブやってますけど、朝6時ぐらいにもうチーンと鳴りますもん。月曜日の朝アラートが。日本時間のですね、ニュージードル、ニュージー円とか、ニュージードルとか、いうことで、例えばオーストラリア、忙しいサラリーマンの方でも、オージードルとかね。家に帰ってからさすがに眠いのでアラート、副業にも非常にやらないですけど、いうことになります。夕方からが盛んですね。FX の手数料ですね。で当然投資をする上で、この手数料っていうのは安ければ安いに越したことはないです。で、FX の場合はどうかと言いますと、取引手数料っていうのは無料です。で、FX 会社で口座開設をしても手数料って一切かからず、無料で口座を使うことができます。で、どうして無料なんだと思われる負けるからんですけども、実は FX には取引手数料ってないんですけど、ただ、その取引手数料、実質的な取引手数料今逆にくれるとこがありますよね、最初に。呼ばれるものがあります。いろんな会社が。このスプレッドとは何かと言いますと、これは買い値と売り値の値段の差になります。例えば今、ドル円をですね、売る時のレートと買う時のレートっていうのは違うんですけれども、売る時は安く、買う時は高いレートになりますので、その差がスプレッドということですね。はい。これ CFD だと結構スプレッドが開いてますよね。これは2国間の金利差から発生する利息のことでして、スプレッドが狭い気がします。2つの国の通貨を売買しますよね。で、その通貨っていうのは金利が異なるんですけれども、その金利差から発生する利息分をスワップポイントとして受け取ったり、もしくは支払ったりする仕組みが FX にはあります。で、低金利通貨を売って高金利通貨を買うと、毎日このスワップポイントを受け取ることができます。で、長期運用でこのスワップポイント狙いの投資をやっている方って非常に多いんですけれども、例えば高金利通貨で有名なトルコリラですよね。トルコリラをこれ FX で買って、でずっと持っておくと。そうすると、この金利差に応じたスワップポイントっていうのをこれ毎日受け取ることができるというわけですね。アフリカでは最後9個目ですね。ランドだったっけ？あれも説明をします。そうですよね。で、FX は最初に説明した通り、レバレッジをかければその分利益も大きくなるんですけども、ただ逆に相場が反対の方向に動いてしまうと、損した場合の損失額も大きくなります。つまり、ハイレバレッジの取引っていうのは、その分だけハイリスク、ハイリターンであるということですね。で、もしレバレッジを高くかけて、で、その後相場が急に動いた場合に、元本以上に損が出るリスクっていうのも実際にあります。まあありますね。で、FX は、ある程度ですね、損が出たら、強制的に損失を確定させるというロスカットというシステムが。原油とかやられている方だったらすぐにわかると思いますよね。ドル円でもう20倍でもしやってたら、100円で買いましたと。FX と変わらないですもんね。相場がこう反対の方に行って含み損が出ましたと。天然ガスなんかもっとすごいですね。自分で損を確定させれば、もう損が確定して損失を限定できるわけですけれども、もし自分で損切りをしないと
いう時に、さらに相場が下がってしまうと、最初にマージンコールといって、期日までに追加の証拠金の入金を求められます。CFD でも同じですね、お衣装は。で、それもせずに、相場がもしさらにこの下落してしまうと、ある一定以上の損失で、この強制ロスカットという制度が発動して、損が確定するというわけですね。はい。で、強制ロスカットの場合は、これは損が一定の金額で減点になるんで、元本以上に、なので借金を背負うってことはないんですけども、ただ、もし相場が急激に、何か世界大事件が起きてですね、急激に飛んでしまったと。メキシコペソね。このロスカットは間に合わずに損が出て、で、ありますね。それが元本以上に発生するということも確かにあるんですけども、ただ、それはですね、もうレバレッジをもう25倍とか20倍とか高くかけた場合であって、例えばレバレッジ1倍やれば、この強制ロスカットっていうのはそもそもないですし、あと、もう資金管理ですよね。自分である一定以上の損失が出たら、IG 証券のといったリスク管理を徹底することで、ロスカットっていうかなんかそういうのありましたよね。限定的にすることができます。はい。以上がですね、FX でも FX の基本的な仕組みになりまして、あった気がしますけど、今回説明したゼロロスカットっていうのかな。しっかりと理解すればですね、証拠金だけがゼロになるやつ。今後 FX の取引を実際に始める土なんていう名前だっ台たかなができたと言えます。では次にですね、今度は FX 会社の口座開設について説明をしたいと思います。まず FX 会社とはそもそも何かと言いますと、これは FX 取引を提供する証券会社のことでして、で口座開設はもう銀行の口座ともう同じようなものと考えてください。口座開設に手数料は一切かかりませんし、例えば年間費や維持費とかも発生しません。で取引手数料はさっき説明した通り、取引手数料自体はかかんないんですけども、ポストプライムは実質的などこコストとして FX 会社で、ありますよとフォレックスか何かを宣伝してんのかな。ということですね。フォレックスか FX 会社は DMM か国内 FX 会社と海外 FX 会社のぐらい2つがあるんですけども、国内 FX 会社の場合は GMO も法令であるのか非。常に厳しい規制がもう引かれているんで、例えば顧客の資産はもう別管理っていうのが必須になっています。例えば一例を挙げますと、レバレッジ1倍 FX ブロードネットという現物ですね FX 会社の場合は言ってましたねこちらお客さんの現物がいいって個人投資家の資産を銀行ですね、三井住友銀行というところに預けて別に管理をしてますんで、もし FX ブロードネットが万が一潰れたという場合にも、顧客が預けた資産というのは 100% 信託保全になっています。つまり戻ってくるということですね。ただ一方、海外 FX 会社の場合は もちろん全部が全部とは限らないんですけども、過去に出金ができないとか、FX 会社が潰れてしまってお金が戻ってこないとか、こういったトラブルもあったとあり報ますね。告されています。聞きます、聞きます。では次に FX 会社を選ぶ際のポイントですね。なんで今説明した通り、まずは国内 FX 会社でしっかりと金融庁に登録をしていて、なんかこれ仮想通貨でも言えるよな。資産が保全されている FX 会社を選ぶと。で次に手数料はかかんないんですけども、ただ実質的な手数料っていうのがこのスプレッドになってくるんで、スプレッドが狭い FX 会社を選ぶ。ノックアウトオプション、そう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 。そして3つ目がど忘れしました。しめじさんありがとうございます。お疲れ様でした。おやすみなさい。自分が使いやすいと思うものを選ぶということ。で4つ目がカスタマーサポートが充実している会社を選ぶと。もうちょっとで終わりますね。例えば24時間電話でいつでも聞けるというような FX 会社もあるんで、もしあんまりツールの使い方とかちょっと自信がないなという方は、その FX 会社を選ぶのがいいんじゃないかなと。ちょっと飛ばしますね。ここに書いてある。どの FX 会社がおすすめですか？国内ですね。みんなの FX っていうのも聞くな、これ。この FX 会社が絶対一番いいですというようなところはないです。というのも FX 会社はそれぞれ特徴が異なりまして、みんなの FX と例えばスプレッドが非常に狭い先、そしてスワップポイントが高い FX 会社とか、自動売買がある FX 会社とかですね、特徴が異なるんで、自分がどういう FX をするのかによって使い分けていくのがいいんじゃないかなと思います。ただとはいったものですね、非常に多くの FX 会社があるんですけども、
初心者の方であれば、まずはですね、少額から取引ができる1000通貨単位の FX 会社を選ぶのがいいんじゃないかなと思います。そして、口座開設っていうのは無料でできますんで、ツールっていうのはもうそれぞれ全く異なります。なんで、合う合わないがあるんで、いろいろ試してみてですね、自分に合った FX 会社を選んでいくというのがおすすめの方法になります。そうです、なので実際にですね、私がもうこのチャートを使っていてこれがいいですっていう先はあるんですけど、ただ、例えばそれが合わない人もいるんですよ。例えば FXTF の MT4 が私が使っているチャートになるんですけど、MT4 を使ってらっしゃる方っていう人もいるんで、そういう人は FX ブロードネットとか僕はトレーディングビューなので、しっくりくるという方もいるんで、ワンダとかいろいろ使ってみてですね、いいかもしれないなと思ってます。使いやすいと感じるものを選んでいくというのが、稼いでいく上でですね、必要なことになるんじゃないかなと思います。そうなんです。広瀬通商もそうなんですね。では最後4つ目ですね。稼ぐスキルを徹底的に磨くというところについて説明をしていきます。で、FX で稼ぐためには、そもそも FX っていうのは相場が今後上がるのか下がるのか、どっちに動くのかというのを予想するだけのゲームになります。例えば今こちらにですね、お示ししているチャートで、今後相場が上がると思えば買いですし、下がると思えば売りなんで、この2分の1の選択肢を選ぶだけということですね。で、この FX で稼ぐために、2つのことをする必要があるんですけども、今説明した通り、これから相場が上に行くのか、下に行くのか、どっちに行くのかっていうのを予想するということ。で、2つ目が、今上がっている相場、もしくは下がっている相場がどこで止まるのかっていうのを予想するということですね。この2つのことをすることによって FX で利益を上げることができます。そのためには何をする必要があるのかというところなんですけども、FX で相場を予想する2つのスキルがありまして、1つがファンダメンタルズ分析ですね。これは経済状況、こういうのもそうだよな。当たり前のように喋ってますけど、知らない方は知らないですもんね。要因で動いてるんで、ファンダとテクニカル。その要因から今後の値動きを予想するという方法。そして2つ目がテクニカル分析ですね。これはチャートを使って将来の値動きを予想するというものになりまして、初心者の方であれば、まずはこのテクニカル分析をマスターするのがおすすめです。で、テクニカル分析と一言で言ってもいろんな種類があるんですけども、例えばボリンジャーバンドとか移動平均線とか一目均衡表とかいろいろあるんですけども、その中でも特におすすめなのがライン分析と呼ばれる分析手法になります。で、チャートにラインを引くことによってどんな意味があるのかと。これいいや。ありがとうございました。いいやって言ったのは、ここは僕はちょっと今はだいぶ違ってきてるので、ラインを引く練習はね、必要だけど、もう、ある程度そのトレーディングビューであったり、MT4 であったり、ストラテジーとか、いいものをね、自分で、プログラムをね、入れて、いじって検証した方が、早いと、僕は思ってるの、まずはね。はい。勉強してオートマチックでやるのはいいですよ。このラインを引く、水平線を引いたり、トレンドラインを引いたりするのはね。はい。形を見やすくするためにはいいですけど、でも、そこからスタートした方がいいのかな。いいです。はい。ありがとうございます。本当に最初の最初っていう、なんていうのかな。この仕組みというのをね、復習したような、形でしたね。はい。金利差が一番ですね。はい。僕の場合は、CFD の方からだいぶ興味を持ってずっとやってきたので、FX がちょっと最初の方やってまた戻ってきたような感じですけど、楽しめるレバレッジでね、やれたらいいかなと思っております。今ちょうどあれか、FX の方は今休んでるか、このライブしてる時にもできないんですけど、また木曜日とか金曜日あたりからは FX の方もずっと出していきたいなと思っておりますので、いつかまたね、FX の方の、こちらの、
値動きやテクニカルについても、当然、出してらっしゃる方いると思いますけど、最近見て思うのが、やっぱり、値動きの荒い通貨ってあるんですね。本当に思いました。天然ガスとかいつも値動き荒いわ、ボラティリティ高いわとか原油も高いわって言ってたんですけど、FX のちょっとチャート見てたら、うわ、これ大変だなと思う通貨とかもありますね。うん。今ちょっと14通貨ぐらいこう眺めてますけど、あ、そうなんだと思ったり、勉強にはなりますね。でも、やっぱり、ドル円とか、ユーロドルとか、そういったメジャーな取引の多い通貨っていうのは、割とそのベース、これがベースになってるんだなっていうのはすごい、それも勉強になりますね。はい。はい。ということで、またね、今最近アメリカの相場とかなかなかこう、解説できてない。決算が始まったりしたらまたね、そういう話もするんですが、当分はこう FX について、値動きに、特に FX 値動きについてとかをしっかりね、話していきたいなと思っております。そういう意味でまた、この PayPay 証券も、日本株になりますけどね、日本株のレバレッジがかかったものっていうのも、またね、研究していきたいなと思います。そのためには、どうしてもこの、トレーディングビューのね、これ、今これ出てるわ。これちょうど今、ごめんなさい。FX の方、そっか、今画面これ出してないから出てますけど、これ今、僕今止めてるからあれでしたね。FX の方ですね。これ、やっぱ、あれ、見にくいとかまた、なんかよかったら教えてくださいね。今ちょっとここに1時間足とか、5分足とか、英語でいろいろ入れてるんですけども、英語で入れたりね、表記いろいろしてますけどね、ユーロドルとか。今これ黒くなってるところは、これ転換点だとか、これほんと解説しなきゃいけないですね。トライアングルのこの位置とかね。これ、1、2、3、4、5ってウェッジになってますから、ここ今、三角、トライアングルウェッジから今出てて、ここ上昇してますけどね。パッと見て入れてるので、僕的にはこれ分かりやすいですけど、これウェッジ入れたりとか、こっちは5分足ですね。右が。こっち1時間足なので環境認識するやつですね。とか。これ喋っちゃうと喋り出しちゃうのであれですけど、この通貨ペアが今14個入れてるんですけど、トルコとかもね、トルコもすごいですね。トルコドルですけども、バーンと落として収縮して、バーンとこうね、ドーンと上がったりとか、すごいです。これは大変、本当に。画面からはみ出ちゃいますもん。とかね。はい。こんな感じでね、僕も少しずつ本当勉強、値動きの勉強は楽しいっていうか、なんかこう言うと失礼だけど、ゲーム感覚でやって、お金をすごい突き込むとゲーム感覚じゃなくなるはずなので、楽しめるのにはゲーム感覚くらいでやって、また、ちょっとね、やっていく。本当に、お遊び感覚になってますけどね。はい。これ、終わってから、どうなんすかね。参議院で動くかな？わかんないですね。株の方が動くんじゃないです？ドル円とかああいうのってやっぱりパワーバランスがあるから、円高になるのかな？でも面白いですよね。そういう視点は。今まで株の方では考えてましたけど、このドル円の動きっていうのも、ファンダとして当然出てくることはあると思います。選挙って。前、やっぱり、岸田内閣ができた時も、ドル円も動きましたもん。はい。動きましたもんね。今ちょうどちょっとドル円のテクニカル、5分足こっち見ますけど、ここ見えますかね？このブルーのライン。三角ウェッジ、今ちょうどウェッジになってて、こっちもウェッジが今2つできてるんですよ。で、揉み合ってて、136.2 というところで、どっち抜けるかっていうところの
とこに来てます。ただ、こちらの下の方では、今、買われすぎストキャスティクスがかなり上で90まで来てるので、もしかすると、この抜けていくのは、円高の方に行く可能性もあります。これ今の状態ですよ。まだ三角持ち合い抜けてこないと僕は言えないですけど、こう、例えば、こうなって、下がってきて、ここのトライアングルつけて、落ちると、ここね。なんか、ちょっと解説して、こういう三角抜けてからもう一回リバウンドして戻ってきて、落ちてきたところが、ポイントですよね。はい。とかね。こういう風に待った方がいいよ、みたいなところもあるかと思います。またね、どんどんこういうなんか解説というか、できたらいいなと思いますけどね。はい。これですね。はい。それでは、まあこれいいや。次回木曜日ですけど、もし音声の方が入ればね、何かやっていきたいなと思います。で、もしかすると題材の方が自動売買についてか、あとアメリカの方か何かで、まあ動きがあったりするようだったら、またね、アメリカの方とか、あと新興国のこととか、なんか伝えていけたらなと思います。はい。それでは、サラさんすいません。いらっしゃ、寝ちゃったかな、寝てないか起きてるか。木曜日、音声とか流すので、またよかったら、遊びに来てくださいね。遅くまであれしてますけども。はい。じゃあ、木曜日11時でまたやりたいと思います。今日はこれぐらいにしたいと思います。どうもありがとうございました。失礼いたします。